皆さんごきげんよう、上川香織です。今回取り上げる話題は、2015年に結ばれた日韓慰安婦合意についてのお話を取り上げていきます。この日韓慰安婦合意というものは、あちらの国の人たちにとっては我慢のならないものです。最終的かつ不可逆的な解決をしたというのが日韓両政府の合意だったわけですが、問題は解決していない。これからも日本政府には謝罪も賠償も要求し続けるのだという人たちにとっては、このような慰安婦合意というものは不都合なものにしか過ぎません。そのため、日韓慰安婦合意というものは違憲だ。つまり、このようなものは存在してはならないという申し立てが行われています。そして、慶国の憲法裁判所が、今回この問題についての見解を出しました。慶国の裁判所は、この日韓慰安婦合意というのはそもそも違憲かどうかという審査対象ではないという判断を下しました。一体これが何を意味するのか、今回はこの問題について取り上げていきましょう。まずは一体どのような話でなっていたのか、ニュースをお聞きください。慰安婦合意の違憲訴え却下。韓日外交もう一つの峠越えた。慶国外交部は27日、憲法裁判所の慰安婦合意は憲法に違反するという訴えを却下する決定に関して、憲法裁判所の決定を尊重するとし、政府は日本軍慰安婦被害者の名誉、尊厳の回復と心の傷を癒すために可能な努力を続けていくと発表した。憲法裁判所は2016年にカン・イルチュルさんら被害者29人の遺族12人が慶国政府が被害者の意見を収斂せずに日本政府と慰安婦合意を行ったと外交部長官を相手に提起した憲法に違反するという訴えを同日却下した。却下は審理の対象にならないため違憲かどうか判断しないという意味だ。憲法裁判所は慰安婦合意は手続きと形式、実質において被害者の権利が処分された、または慶国政府の外交的保護権が消滅したものと見ることはできず、憲法阻害審判請求の対象にならないと述べた。これに先立って外交部は昨年6月に政府間の合意事項である慰安婦合意は違憲審理の対象になることができないという趣旨の意見書を提出したが、憲法裁判所も政府の立場と意見を同じくしたものだ。憲法裁判所が慰安婦合意について違憲だという結論を下した場合、もう一度外交的波紋が生じることが予想された。外交部は万が一の結果に備え対応策を検討してきた。ソウル高等法院裁判所は前日、慰安婦被害者らが慶国政府を相手に起こした損害賠償訴訟について、慰安婦合意に被害者が精神的苦痛を経験したという点を政府が謙虚に認めるという趣旨の政府の立場表明を被害者が受け入れることで強制調停した。今回の調停は被害者の意思に基づいて行われたという。韓日政府はパククネ政権当時の2015年12月28日、両国外相の共同記者会見形式で慰安婦問題に関する合意に至った。合意文には日本政府が慰安婦動員が軍の関与下に行われたことを認め、政府は責任を痛感と安倍首相の謝罪と反省表明という内容が盛り込まれたが、一方でこの問題の最終的かつ不可逆な解決を明示し、被害者の激しい反発を買った。日本大使館の前の肖像像移設問題も、慶国政府が適切に解決されるように努力するという内容が盛り込まれた。これに対し政府は2017年7月、カン・ギョンファ外交部長官直属で慰安婦合意見直しタスクフォースを作って合意過程全体を検討した。その結果、同年12月27日、慰安婦問題の交渉過程で最終的、不可逆的な解決と肖像像の問題などについて韓日政府間の非公開合意があったが、被害者中心のアプローチが十分に反映されなかったと結論を出した。慰安婦問題に対する日本政府側の要求を過度に受け入れたという趣旨だった。カン・ギョンファ長官はこれをもとに翌年1月、2015年の合意は慰安婦問題の真の解決になることはできないという政府の立場を表明した。その一方で、2015年の合意は両国間の公式の合意だったという事実は否定できないため、日本政府に再交渉は求めないと述べた。これにより政府は後続措置として慰安婦合意によって設立された和解癒し財団を解散し、日本政府の拠出金10億円、残金約6億円を返還に備え、女性家族部の予算予備費を確保した状態だ。
まずは基礎的な情報から解説を行います。憲法裁判所というのは裁判所とはまた別の存在です。大統領が3人、国会から3人、そして司法から3人、合わせて9人が申し立てについての審議を行い、そして結果を出します。そして今回この9人の出した答えというのが日韓慰安婦合意というものはそもそも条約のようなものではなく憲法に照らし合わせて違憲かもしくは合憲かといったのを判断する対象ではないと結論付けました。専門家の中には法律論として今回の結論に至ったのは事前予想通りだったという声も出ています。しかし私は全く違う意見でした。そもそも日韓慰安婦合意に対してムン・ジェイン大統領は否定的な立場です。あれはパククネ政権が結んだものであって、それを引き継ぐのは屈辱的なものである。そもそも日韓慰安婦合意など間違った日本との約束だとムン・ジェイン大統領は考えています。ですから審査する9人のうち3人がムン・ジェイン大統領の指名された人物であることからもわかるように、ムン・ジェイン大統領の意向がかなり反映されていると私は考えていました。ですから日韓慰安婦合意は違憲だという形に持っていき、日本との約束を完全にないがしろにするのではないかと私は考えていました。ところが今回出てきた結論というのは、そもそも日韓慰安婦合意というものは条約や協定といったものではなくため、そもそも判断の対象ではないという結論でした。この結論は違憲であるという判断に比べればはるかに穏当なものであり、日韓の間で新たな火種が起こることはなかった、良かったというのが現在のマスコミの論調です。しかしそれは大きな間違いではないかと私は思っています。今回なぜ憲法裁判所がこれは審査の対象ではないかと言ったかといえば、その根拠に大きな問題があります。この日韓の間で結ばれたものというものが条約ではない、国会の審議なども経ていないし、国会の承認なども受けていない、であるからして、あくまでも政治家同士の約束ごとに過ぎない。これによって国民がこれに縛られることはないというのが憲法裁判所の判断です。国民を縛るようなものではないから憲法と照らし合わせる必要がない。つまり、日韓慰安婦合意というものは政治家同士のあくまでも口約束に過ぎず、これを国民が守る必要など全くない。つまり無効であるということを話しているのです。また今回の憲法裁判所においては、この日韓慰安婦合意の中にある最終的かつ不可逆的な解決という言葉についても定義が不明瞭であり、警国の国民を縛るようなものではないと結論付けています。つまり何が言いたいかというと、ムン・ジェイン大統領の意向そのものを反映していると私には感じました。つまり日韓慰安婦合意というものは確かに存在はするが、しかしパククネ政権に結ばれたものはあくまでも存在はしているが、国民の誰も縛られていない。つまり全く意味のないものだという話になっているのです。これはムン・ジェイン大統領が日韓請求権協定に対する態度と全く同じです。確かにそのようなものは存在しているが、守る必要はない。まさにこれが日韓慰安婦合意においても全く同じ話になろうとしています。確かに2015年にそのような約束事をパククネ政権がしたかもしれない。存在はしているが、だからといってそれに縛られる必要はない。1965年の日韓請求権協定にしても、確かにそのようなものは存在している。だがそれに縛られる必要はない。まさに同じ論法が今回も現れたのです。ですから以前と状況は全く同じです。個人で賠償やもしくは謝罪を求めるんであればどうぞ日本政府にすればいいじゃないかというのが根本的な憲法裁判所の答えです。あくまでも政府間のその時の約束に過ぎず国民は縛られる理由などないというのが憲法裁判所の見解だからです。このようにムン・ジェイン政権というのは日本との約束というものは存在はしているが無視すればよいという非常にたちの悪い行動をとっています。自分たちにとって都合のいいものは利用し、そして自分たちにとって都合の悪いものについては、確かに存在はするがそれを守る気はないというのですから、国家間の信頼関係を築く気が全くないということがわかります。今回憲法裁判所が審理の対象ではないといったことから、この問題は完全に終わったかのように扱われることがあるのですが、私は今回の結果について言えば、より一層今後も日本政府を個人が訴える事例が続くのではないかと思っています。そういった意味で今回は審査対象ではないという話からして何か話が終わったかのようになっていますが、物事はもっと深刻に推移していくのではないかと私は思います。皆さんはこの問題についてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。
動画を最後まで見終わったよという方はぜひとも評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。